皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類の飼育方法や爬虫類飼育用品の制作過程を定期的に投稿しています。今回は Amazon で中華系の超音波のおもちゃを見つけたので、このおもちゃを使ってミルワームに超音波を当ててみた様子をお届けします。今回ご用意するおもちゃはこちら。ウルトラソニックレビテーション DIY キット、日本語訳すると超音波浮遊自作キットです。その名の通り、スピーカーから超音波を発生させて物体を浮かせることができるようです。早速開封してみましょう。中身を取り出してみると電子部品が分解された状態で入っていました。基板も部品が実装されていないので自分でハンダ付けの作業が必要なようです。それでは作っていきましょう。完成しました超音波浮遊装置です。こちらの装置、上下に超音波を出力する素子がついており、上下の基板は金属の棒で配線されています。早速電源を入れてみてみましょう。とりあえず LED は赤く点灯したので、ちゃんと電源は入っているみたいです。次は、超音波素子の間に発泡スチロールの玉を投入してみます。すごい、何もない空中に玉が浮いていますね。玉をちょっとずらしてみます。段階的にスポッとはまるような挙動をしています。これは音波の波形がちょうど重なって節のようになるポイントがあり、そのポイントにスチロールの玉がはまり込むことで空中浮遊を実現しています。この装置の場合は、はまり込むスポットが 3mm ごとに設定されているみたいです。ちなみに素子の距離を伸ばせば、より多くの玉を浮かせることができるようです。ただし素子同士が離れるほど音圧が弱くなるので、一定以上離れると玉の重さに負けて落ちてしまいます。通常は音波を壁などに反射もしくは上下の素子から互いに音波をぶつけることで浮遊をしますが、このように超音波素子を単体にしても使うことができます。この場合、音波は進行方向に送り出されるため、玉はその場で浮遊せずに飛び出るような挙動になります。こうやって観察すると音波がエネルギーを持っていることがよくわかりますね。さて、これだけだとただの電子工作動画になってしまうので、生き物チャンネルらしく実験してみましょう。爬虫類飼育者にはおなじみの餌用昆虫、ミルワームさんです。ツヤツヤした美しいフォルムにちょこんと飛び出た6本の手足が可愛いゴミムシガマシの幼虫です。玉が浮くならワンチャン 1g 以下のミルワームでも浮くのでは？ということで早速試してみます。ピンセットでつまみ上げると器用に回転を加えて逃げようとしてきます。可愛いですね。しかし近づけても特に浮くような様子はありません。少し力を緩めるとポトリと落ちてしまいました。ミルワーム本体だと重すぎた可能性があるので、脱皮からで試してみましょう。なんだか端っこがプルプルして浮いているような感覚はありますが、まだまだ重いみたいです。脱皮からをちぎった切れ端で試してみます。ギリギリ浮いているような感じになりました。ただやはりこれでも重いのか、下側の超音波素子の近くまで寄せないと浮かないようです。また、超音波のエネルギーが分散するのか挙動も不安定ですし、おもちゃで浮かせるのは厳しいですね。さて、ミルワームはおもちゃの超音波だと浮かないということが分かりましたが、せっかく買って作ったおもちゃ、これだけで終わるのはもったいない。そんな折、SNS を覗いてみるとこんな投稿がありました。これは、容器内のミルワームに超音波を当てると、当てた時だけ反応するというものです。ミルワームには耳がないらしく、直接的に超音波に反応しているわけではないようですが、体に伝わる振動は感じ取れるようなので、もしかしたら繊細な個体のみ反応するのかも。超音波に反応するミルワームだけ増やせば制御できるのでは？このチャンネルでは過去にミルワームの習性を利用したアイテムを作ってきましたが、ミルワームを意のままに操って何かの仕事をさせるようなことはできていませんでした。もし、この超音波に反応するという特性を持った個体を大量に用意することができれば、現在新しい進捗のないミルワーム自動仕分け機の開発を大幅に進めることができるかもしれません。というわけで、早速超音波に反応するミルワームを探してみましょう。選別目標としては20から30匹ぐらいです。それぐらいいれば繁殖して増やすことができます。繁殖した個体が能力を引き継ぐかはわかりませんが、体質や性格的なものなら十分に可能性があるでしょう。地道な作業ですが一匹一匹丁寧に超音波を当てて反応を伺っていきます。なかなか反応を示す最初の一匹にも巡り合えませんね。幼虫だけではなくてさなぎや成虫も試してみてはいるのですが、今のところ動画で見たような明らかに反応を示す個体は確認できません。100匹までチェックしてみた結果がこちら。結局超音波に反応する個体は1匹も見つかりませんでした。
反応する個体はもしかしたら1000匹に1匹いるかどうかという珍しい個体の可能性もありますが、現実的に考えにくいので、おそらく反応させる条件で何かが足りないのではないかと思います。超音波の出力なのか、周波数なのか、はたまた超音波の当て方なのかはわかりませんが、まずは反応を示す最適な条件を探し出す必要がありますね。といった感じで、今回は超音波のおもちゃを使ってミルワームを調べてみた様子をお届けしました。このおもちゃではミルワームを浮かせたり、ミルワームを制御したりといったことはできませんでしたが、世の中には超音波素子をたくさん並べて実際に物を触っているような感覚を生み出す技術があるようなので、いずれはミルワームが空を飛んだり、食べ頃になったら自動で食べられに行くような制御もできるかもしれません。そこまでぶっ飛んだ内容でなくても、とりあえず個人開発の範囲で超音波に反応するミルワームを探し出せれば、その個体を使って日常的に活用できるアイテムを思いつくかもしれませんので、今後も引き続きミルワームさんたちを使った実験を続けていこうと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。また、このチャンネルは爬虫類飼育初心者向けの飼育方法や飼育に役立つアイデア用品の制作過程を発信しています。まだチャンネル登録していない人は、この機会にぜひフォローお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。